僕は軽トラで世界を旅する33歳。どうも、じゅん旅です。はい、おはようございます。今日7月12日ですね。朝9時ぐらい起きましたので、今から出発したいと思います。すごいね、快適な宿でしたね。もう夜静かで全く音がしなかったので、ぐっすり寝れました。こんなところですね。今ですね、昨日の彼マクセルっていうんですけど、マクセルの家は、私が横断していた道路、本線の道路、アムール道路っていうんですけど、アムール道路から150キロぐらい離れたところで北に離れてるんですけど、なんで今そこからアムール道路の本線に150キロ戻ってる最中です。で昨日はね、彼のガレージで夜2時ぐらいまでね、ビール飲みながら焚き火をして話をしてましたね。彼の家で晩ご飯食べてシャワー浴びさせてもらったんですけど、彼の奥さんがね10月に双子の女の子が生まれるそうで、体調も良くないから、家で、ね、話すのは良くないからガレージに行こうということでガレージに行って話をしてました。で彼もともと消防士で2年前だったかなに今のビルの管理の仕事に転職したそうです。町で消防士とか警察官ってすごい給料が安いみたいで、月に15万円ぐらいですかね。なんでみんなやりたがらないそうですね。ピンダの町で警察官も一人も見なかったですね、パトカーも。で警察署もあったんですけど、なんかやってなさそうな雰囲気で、彼も車運転するときシートベルトつけなくていいように、この街は警察機能してないからって言ってました。夜お酒を買えるお店もね、法律的に夜9時までしかお酒の販売できないらしいんですけど、売ってるお店があって、ここは買えるよって言って、なんか地元では有名らしいけど、警察もそこには首を突っ込まないそうですね。でやっぱりね、ロシア人と話すとこんな話になるんですね。ロシアの政府としては今やってることを戦争とは言ってないそうです。特別なシチュエーションって言ってるみたいですけど、そうとは言わないらしいです。この辺の地方からもね、もともと軍で働いてる人はやっぱりされるらしいですね。それは拒否できるのかって聞いたら拒否できない。もう戦争に行くか署に入るかの2択って言ってました。一般人は強要はされないと。誰もそれは望んでないっていうことは全員そうですけど言ってますね。段差がすごいんですよ。そう、彼10月に子供生まれるって言ってたから、生まれたら写真送ってねって言ったんですよ。そしたらロシアでは子供の写真は撮らないし人にも送らないって言ってて、なんでって聞いたら、そういう文化だって言ってましたね。子供が1歳ぐらいになるまでは写真撮らないらしいです。ティンダの町はマム鉄道、バイカル湖からアムールまでの鉄道で栄えた町みたいで、ほとんどの人が鉄道関係の仕事をするそうですね。彼のお父さんも鉄道関係だけどおすすめはされなかったからそれをやってないそうです。人口はね3万人の町で、ほんと住むには便利だよって言ってました。必要なものは揃ってるし静かだし、何も困らないそうです。あとマクセルが言ってくれた言葉で嬉しかったのが、僕がなんでロシア人はそんな親切なのって聞いたら、全員が親切なわけでもないし、あなたジュンがいい人だからいい人が寄ってくるよって言って、で、当然ロシアにも悪い人はいるけど、あなたに悪い人は寄らないよって言ってくれましたね。そんないい人かなと思うけど、確かにね、僕の周りいい人しかいないんですよね。なんでその言葉信じたいと思います。ありがたい言葉でした。そんなところですかね。それではあと140キロかけて本線に戻りたいと思います。ずっとこんな感じの道路ですね。本線に向けて南を向いて走ってるんですけど、
日差し暑いです。はい、あまりにね景色が良かったんでちょっと車を止めてみました。もうすぐお昼なんですけど、ここでご飯でも食べようかなと思います。景色はねこんな感じですね。そこの森の奥に川が流れててね、川の音が聞こえますね。はい、で今から作るのはうまかっちゃんです。うまかっちゃん、僕これが一番好きなんですよ、このインスタントラーメンで。昨日マクセルにお土産でこれあげたんで、出したついでに僕も食べようかと思います。外で調理しようかなと思ったんですけどね、森の中から全ての虫が寄ってきて、大変なことになったので、中にチェンジしました。ではね、作っていきますね。うまかっちゃん。このIH 初めて使うんですけど、うまいこと使えるかな。で、マクセルのお母さんがくれた野菜、ネギとレタスかな、入れていこうと思います。あまり野菜食べる機会がないんで嬉しいですね。日本にありそうなこの薬味用のネギですね。ロシアってこれをねこのまま食べるんですよ、塩とかつけて。こうやって、まあ想像通りの味なんですけど、もう薬味感がありますよね。はい、できました。うまかっちゃんです。こんな景色のいいところで食べるうまかっちゃんは美味しいですよね、きっと。はい、それではいただきます。いいですね。ロシアの山奥で食べるうまかっちゃんも美味しいですよ。よかったら皆さんもやってみてください。はい、おはようございます。今日は7月13日ですね。昨日泊まってた駐車場がなんと Wi-Fi が使えて、しかも爆速なんですよ。超安定してて、そこで、朝起きてからずっと作業してました。今もう3時ですね。しかもその駐車場素晴らしいのが、カフェの人がイスラム教の人なんですけど、なんでアルコールはないって言われたんですね。クソと思ったんですけど、その代わりチャイ飲むかって言われて、飲むって言ったらチャイがね、永遠に出てくるんですね。しかも無料で、やっぱイスラムね、トルコとかもそうだったんですけど、話をするときにチャイを飲みながらねゆっくり話すんですよね。その文化で、チャイをエンドレスで出してくれて、そのカフェのおじちゃんと娘さんたちに囲まれながらずっと編集してました。はい。で、今日は日差しがめっちゃ強いですね。日焼け止めあんまり塗りたくないというか、毎日顔を洗えるとは限らないので、日焼け止め塗らずにこんな格好をしてます。アムール道路の本線に向かって走っていきたいと思います。ガソリン入れに来たんですけど、結構並んでますね。
ラックは結構並んでて、乗用車も20台ぐらい並んでますかね。ちょっと入れないと絶対足らないんで入れますね。ボルシチ and this two. И в одном? Это можно кулак. Два гороховых. はい、今日のご飯はこんな感じです。ボルシチと、なんか肉巻いたやつ、キャベツが入ってるって書いてたから、あとちょっとポテトとパンももらいました。あとジュースですかね、わかんないですけど。ボルシチ美味しい。はい、こちらのお風呂はこんな感じですね。シャワーがこのようになってます。はい、おはようございます。今日は7月14日ですね。今朝の7時です。朝ね、寒くて目が覚めました。後ろの室内がね15度ぐらいだったんですけど、毛布1枚で寝てたので寒くて目が覚めましたね。で、外気温今11度です。寒いですね。もう7月半ばなのに。まあ車中泊するならね、寒いぐらいの方がちょうどいいんで、暑いのが一番嫌なんでね、まあいいですけど、目が覚めてるうちにとにかく走りたいと思います。今日ははい、行ってきます。ガソリンが少なくなったので、マップ上にあるガソリンスタンドに入ったらこんな感じですね。昔のガソリンスタンドで今は営業してなさそうです。次のガソリンスタンド探したいと思います。アムール道路の本線上にはしばらくガソリンスタンドがないということだったので、本線から少し離れた町に入ってきました。地図上はガソリンスタンドが営業中だったのですが、本当にこの中にガソリンスタンドがあって営業してるのでしょうかね。ちょっと行ってみようと思います。お、ガソリンスタンドありましたね。しかも車並んでるんで営業してそうですね。やったー、これでやっと入れられる。ガソリン今日の分は売り切れということでした。今並んでる車は明日の朝から給油する人が車並べて待ってるそうです。せっかく街まで来たのでスーパーマーケットでちょっと買い物しようと思います。
ちらがパンコーナーですね。食パンがそのまま並んでるんですね。今日まだ朝ごはん食べてないので何か買おうと思います。これベーコンが入った惣菜パンみたいなのですね。これにします。でこちらは瓶詰めコーナーですね。ジャムとか、ソースとかが瓶詰めされて並んでます。日持ちするものが人気なんでしょうね。フルーツコーナーもありますね。リンゴを買っておこうと思います。あとバナナも買っておこうかな。こちらが野菜コーナーですね。ミニトマト買っておこうと思います。そんなに大きいスーパーではなくて、日本のコンビニぐらいのサイズのスーパーなんですけど、さすがロシア、ウォッカの品揃えだけは豊富ですね。こんなに並んでます。でここでお会計します。でスーパーのレジで聞かれるのは、だいたいレジ袋いるかっていうのと、カードで払うか現金で払うかっていうのぐらいなので、言葉は分からなくてもジェスチャーでなんとかなります。よくヨーロッパとかだと、細かい端数を小銭で払おうとすると嫌がられるんですけど、ロシアは逆に細かいのないって聞いてくれますね。日本人の感覚からするとありがたいです。でスーパーから出たら、この少年が話しかけてくれました。日本から来たのって、これからどこ行くのって話してくれました。でQR 見つけて、読んでくれました。さっきのガソリンスタンドなんですけど、明日の朝営業開始が朝9時って言われました。で今日まだ昼の12時なので、ちょっと待つのは辛いなと思って、次のガソリンスタンドを探したいと思います。はい、次のガソリンスタンドあったんですけど、やってないですね。残念。また次のガソリンスタンドまで走ろうと思います。最後に給油してからもう400キロ走りましたね。多分あと50キロぐらいしか持たないと思うんですけど、次のガソリンスタンドがマップ上は40キロ先にあります。でもなんかやってるか怪しそうなスタンドですね。450キロガソリンスタンドないってひどくないですか？さっきからね、蛍光管で給油してる人を見かけますね。僕もそのうちそうなりそうな気がします。はい、もう朝から4時間5時間ぐらい走ってて疲れたんで、ちょっとコーヒー休憩でもしようと思います。車がめっちゃ汚いですね。泥だらけですよ、ほら。後ろもひどいですね。真っ黒けです。ロシアはね、インスタントコーヒーばっかりなんですよね。ドリップコーヒーとかフィルターコーヒーは見かけないですね。日本から持ってきたのがあるので、これで作っていきたいと思います。これケトルですね。今回の旅に合わせて買ってみました。これちゃんと蓋ができるんで、車で使うにはいいかなと思って。あとね、消費電力が300ワットだったかなって書いてあったので、初めて使うんですけどね。日本で届いて洗っただけです。300ワットなんで、普通のケトルみたいに早く沸かないと思うんですけど、今ケトル電源入れてるんですけど、消費電力本当に300ワットぴったりぐらいですね。これだったら小さいポータブル電源とかでも使えそうです。はい、お湯沸きました。一般的に家庭で使うケトルの、3倍ぐらいは時間かかったと思います。で、普通ケトルって沸いたらカチッて止まってくれるじゃないですか。これ一生止まらないんで、自分で開けてみるしかないですね。でここに入れていきたいです。
注ぎ口が言うこと聞かないですね。これは手で持ってやると危険なやつですね。置いてやります。コーヒーが入りましたので、さっきスーパーで買ったパンと一緒に食べたいと思います。何パンですかねこれ、わかります？ちょっとハムっぽいのは入ってますけど、いただきます。朝ごはんのつもりで買ったけども1時半ですね。なんかこんな感じのハムとネギと塩が効いたパンです。かもなく不可もなくって感じです。あんパンとか食べたいですけどね。はい、この先にガソリンスタンドがあることになってるんですが、あるんでしょうか。一応看板は出てました。みんな入ってくんであるのかな。ライトは消えてますね。どうだろう。ガソリンスタンドやってたり在庫があるときは値段が書いてある7セグの LED はついてるんですけど、今のところ全部消えてましたね。あと例えばレギュラーが売り切れのときはレギュラーの LED だけ消えてるんですよね。車は止まってるけどどうだろう。ガソリン売り切れですね。試しに聞いてみるか。92のガソリンはいつ入荷されますか。Primeiro. Hasta. Outro. What time? 10 часов утра. 明日の朝9時に入荷されるらしいですね。OK。スパシーバー。ガソリンが今ほぼ空の状態で、次のガソリンスタンドまで150キロぐらいあるんですね。でそこまでちょっと蛍光管でちょっとだけ給油してそこ行こうかなと思ったんですけど、ガソリンスタンドにいたおじちゃんに聞いたら、そのガソリンスタンド行ったとしても朝の8時から昼の11時までしか給油できないよって言われたので、ここで明日の朝9時まで待とうと思います。今2時ちょっと過ぎたぐらいですね。まだ止まるには早い気がしますけど、進んだところでどっちみち止まるので、今日はここで一泊したいと思います。はい、まだ時間も早いので、夕方まで動画編集したいと思います。頑張ります。ここガソリンスタンドしかないかなと思ったら、隣にレストランがあって、でシャワーもあって、でなんと聞いたらバーニャがあるということなんですよ。昨日もお風呂入ったんですけど、バーニャがあるということだったら今日も入ろうと思います。こちらの建物みたいです。こちらがバーニャの受付です。料金は400ルーブルでした。800円ぐらいですね。でこちらのお姉さんが中案内してくれます。ここが脱衣所です。で奥の部屋がシャワーになってます。レインシャワーですね。でその奥がバーニャサウナになってます。他のお客さんは入ってこない、貸し切りということだったので全裸で入らせていただきました。最高ですね。1時間ほどバーニャを楽しみまして、車に帰ります。この時外の気温が15度ぐらいでしたかね。サウナ後にはちょうどいい気温でした。で、サウナの薪をくべる部屋もちょっと見てみました。こんなところで薪をくべているようですね。で
車に帰ってきてスキンケアをしていきます。車中泊旅のメリットの一つとして荷物に制限がないのでスキンケアグッズもたくさん持っていけるのが嬉しいですね。バックパックだとつい荷物を減らしたくなるので化粧水も最低限でいくんですけど、車だとたくさん持っていけるので自宅みたいでとても快適です。でドライヤーもバックパックだと絶対持っていかないんですけど、車だと持っていけるし自分の好きなタイミングで使えるので嬉しいですね。それではレストランへ晩ご飯を食べに行きます。こちらもよくあるバイキング形式ですね。前菜でロシアンサラダを取りました。でこちらにお肉料理が並んでたんですけど、注文すると別のものを作ってくれるそうなので、おすすめのものを注文しました。それとレジの横にあった飲み物もいただきます。はい、それでは皆さん乾杯。おすすめを注文したらですね、めっちゃジャンキーなのが来ましたね。フライドポテトと豚肉をこんがり焼いたやつです。ビールのおつまみには最高のやつですよね。フライドポテトも手作りで美味しかったです。ごちそうさまでした。レストランから車に戻ろうと思ったらですね、なんともうすでにガソリンスタンドに行列ができてました。今の時間夜10時過ぎなんですけど、これ朝まで車をここに止めていたら大行列になりそうなので、今のうちに車をあちらの列に移動して順番待ちしようと思います。はい、車を移動しました。私の前に20台ほどですかね、並んでいました。皆さん車の中で待機していたので、このまま朝まで寝て待つんだと思います。レストランの手洗い場は24時間無料で使えるので、こちらをお借りして歯磨きしました。今夜の宿はこのガソリンスタンドの列に並びながら寝ることになります。はい、それではおやすみなさい。ロシアシベリアからチャンネル登録よろしくね。それではまた。